こんにちは。アトリエネトラポートです。今回はこちらの、ポケットティッシュのケースを作っていきます。ビニールのまま入れておくとポケットティッシュボロボロになっちゃうんですけど、こういったちょっと小技の効いた革のポケットティッシュケースあるとかっこいいですよね。ぜひ皆さん作ってみてください。いつも通りですね、型紙が貼り付いていますので、プリントアウトして厚紙に貼ってください。今回革ですね、革の厚さは 1mm から 1.2mm とか 1.5mm ぐらいでも大丈夫だと思います。サイズが 20cm×15cm あれば作れます。シュリンクレザーでもオイルレザーでも作れますので、型紙をまず写したらこの裏を塗って少しならして平らにしてください。目の寝る方をですね、見ながら床の裏、これですね、床の裏を塗ってください。乾く前にガラス板できれいにしたら、これで重りを乗せておいてください。しばらく置いて平らになったらカットしていきます。今回すごいカットは楽だと思います。もう四角いのでそのままと、小さいパーツつける方はこちらも一緒にここ処理をしてカットをしておいてください。パーツが切れました。こうタグになるんですが、形はいろいろアレンジしてもらうとオリジナル感が出て可愛く仕上がります。ではまずへり落としをしていきます。へり落とし、今回は薄い革なので0番を使用していきます。そしてちょっと削りづらいので、このミニゴム台があると削りやすいです。タグ類は周りぐるっと一周やってしまって大丈夫です。隠れてしまう内側に折り込んじゃうところ、この裏側とか、あとはこの中側の短い辺はやらなくても大丈夫です。ぐるっとやっちゃっても大丈夫です。ぐるっとへり落としをしてください。これも長い方だけやってください。そしてこちらですね、このような形で折っていきます。この長い方は後で貼り合わせた時にへり落としをしていきます。長い方は後でやるので、この入り口になる部分、ここですね、ここ両脇へり落としをします。表も裏もへり落としをしてください。シュリンクレザーすごく柔らかくてやりづらいので、一回床の裏で固めてあげるとすごくやりやすくなります。へり落としをしたら、へり落としをしたところの磨きになります。へり落としをしたところはまた床の裏ですね、こちらで磨いていきます。小刃の磨き方も詳しいやり方が短い動画で紹介もありますので、ぜひそちらもご覧ください。床の裏を塗りました。塗ったらですね、乾かないうちにウエスで磨いていきます。こんな感じで磨いてもらうとピカピカになってきます。小刃が光ってきますので、ちょっと柔らかくてやりづらいんですが、しっかり押さえてあげると磨きやすいです。少しここツヤが出てきてるんですが見づらいですね。ここにツヤが出てきます。見えない、ここですね。なんですが、1回つけたら紙やすりで削って、そしたらもう1回床の裏を塗って磨いて削ります。3回目床の裏塗って最後ピカピカに磨いたら磨きの完成になります。先ほどへり落としをしたこの部分も全部磨いておいてください。磨きが終わりました。それではいよいよ組み立てていきます。まずこのパーツはこんな感じで金具が入ります。 1.5mm の、今回は丸カンをつけてます。角カンでも大丈夫です。この状態で一度ボンドで貼っておきます。後で挟み込んで使います。端っこだけで大丈夫です。でクリップを
止めてしばらく置いておきます。本体も接着していくんですが、裏側にしてもらい型紙を合わせます。この真ん中の線が折る線になります。隠れてしまうので裏面にボールペンで真ん中の印を描きます。あとは折り癖をつけて、この状態で両脇を貼っていきます。こんな感じで細く塗ってもらったら真ん中へ向けてこう貼っていきます。ギューッと押してボンドの層が薄くなるようにしてください。この状態でボンドを乗せたすぐ上をクリップで挟んでいきます。細く塗って同じく貼っていきます。はい、反対側です。反対側を貼っていくんですが、こう取り付けたいと思います。先ほど準備してもらったこれを挟んでいきます。こんな感じで挟もうと思います。だいたい端っこから1センチ、そうですね、このぐらいで貼っていきたいと思います。少し荒塩をかけます。ここにボンドを塗るのでトレッサーでしっかり傷をつけて、見えないところは荒塩をかけてください。こっち側は貼っちゃいます。こんな感じで少しボンドをつけて、はい、この状態で接着していきます。はい、5分ほど接着していきます。ボンド貼ってる間にですね、こちらに刻印を打ちたい方はここに刻印を打ってください。折り込む長さとかもお好みで大丈夫です。見本は結構長いんですが、こっちですね。少し短めにしようかなと思って、こんな感じですかね。よいしょ。このぐらいでつけようかと思います。ここでいいなという場所でちょっと折り癖をつけといてください。で、ミニゴム台を入れてここに一目打ちたいと思います。5番の2本刃を出しまして、よいしょ。つける位置もお好みで大丈夫です。この辺りに縫い込みたいと思います。はい、このような状態です。こちらの両脇のボンドの接着ができました。そうしましたら、この表の皮と裏の皮2枚をぴったり合わせたいので、段差がある場合は包丁でカットしてください。あとはその後しっかりとドレッサーをかけて2枚をぴったり揃えてください。はい、ここで綺麗になりましたら2本、縫います。こちらの穴を開けていきます。今回も 3mm の線をディバイダーで引いていきます。3mm を両側に引きます。こちら側とこちら側、はい、そして穴を開けていきます。今回は5番を使っていきます。端っこ1目開けてください。1目開けたところから始まって、今回はちょうどこの間に落とそうと思います。ちょうどこんな切れ込みのところに穴を開けました。そして最後
最後もちょうど1目で終わるように調整が必要な場合は番号の違うもので調整をかけてください。ピッチ合わせの方法も短い動画ご用意があるのでそちらを見てみてください。反対側も開けていきます。反対側はそうですね、この金具があるのでこの金具のところですね、ちょっと調整をかけます。ちょうどここをまたいでもらっても大丈夫です。ここの切れ込みのとこですね、ちょうどまたぐかちょうど落とすか穴をね決めてください。ここ段差があるのでちょうどこの両脇に一つずつ開けてください。両側に穴が開きました。ではいよいよ縫っていきます。今回は少し長いんですがこの距離かける7倍で縫っていきます。7倍になるように糸を用意してローをつけて針をセットしてください。それでは縫っていきます。こちらを縫っていきましょう。1目目二重にしたいので二重になるように左から2番目の穴に入れてください。表裏戻ったらまた表ですね。詳しい、縫い始まりと通常の縫い方短い動画ご用意ありますので是非そちらも見てみてください。1目目が二重になったらあとは通常縫いで大丈夫です。表から入ってで裏から入って手元でしっかり引いてください。で最後縫い留め方ですね。縫い止まりです。最後まで来ましたがこの金具のついた、皮のところで縫い止めてしまうとちょっと取りやすくなってしまいます。2目目だとちょうど登ったとこで危険なのでもう1目戻します。この段のとこで縫い止めるときはいつもより少し多めに縫い戻してください。よいしょ。はい、これで縫い止まりです。根元のところで今回ね浅い糸なので切っちゃいます。では反対側も縫っていきます。両脇が縫えました。縫えたので、縫った糸に引っ張られてコバが少しなみなみしていると思います。ドレッサーをしっかりかけておきます。両側かけておいてください。そうしましたらへり落としをして磨きになります。今回シュリンクレザーなので一度トコノールをつけてちょっと固めてから固くして角を出してからへり落としをしていきます。そのままやると結構ねやりづらいです。柔らかいものやりづらいのでこういったもので上からかけてもらうと角がしっかり立ちますので角が立ってからへり落としをします。表も裏もへり落としをしてください。ここが少し重なってるのでやりづらいんですがなんか押さえて紙やすりとかでも大丈夫ですし0番でやってください。へり落としできそうだったらへりを落としてでその後磨きを両側かけます。少し落としづらいですが角を落とします。はい、角が落ちたら磨きになるのでトコノールを塗ってピカピカに磨いてください。両脇が磨けてピカピカになったので最後タグをつけていきます。こんな感じで1目だけ縫っていきます。糸は30センチほど用意してください。はい、そうしましたら縫っていきます。まず表側から入ってはい、表から入りまして長さを揃えます。そうしたら表から1つ戻っていきます。よいしょ。そして裏にあった糸も同じく戻っていきます。よいしょ。こんな感じです。また表です。よいしょ。
して裏です。表裏と入れたら手元でしっかり引っ張ってください。ぎゅっと引っ張ってください。はい、こんな感じです。でこれで根元で切ってください。あとは切ったところを整えてボンドを少しつけておくと取れづらくなります。よいしょ。こんな感じに出来上がりました。はい、こんな感じで完成しました。ティッシュを入れてみたいと思います。はい、こんな感じです。どっか行っちゃわないようにバッグにこうぶら下げても可愛くなりますし、いいと思いますので、ぜひ作ってみてください。動画の方気に入ってくださいましたら、いいねボタンやチャンネル登録お願いします。また見てください。